皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本の政治。高市政権が非常に順調な滑り出しを見せています。そのことについて解説しておきましょう。まず第一に、高市政権が発足したばかりですから、これから国会で様々な法案の審議や予算の話し合いなどが行われ、それによってようやく高市政権の真価が問われることとなります。しかし、そういったことを一旦横に置いておくにしても、今は引っかかりもなく非常に良い滑り出しをしています。まず直近の起きた出来事としては、ASEAN の首脳会議に高市総理が出席しました。この ASEAN における会議出席においては、前総理の石破総理は失敗したと言われています。それは待ちの姿勢になってしまったことから、席に座っているところに各国の首脳がやってきて、そこで挨拶を交わすといった光景が見られました。総理大臣になったのであるならば、日本の主張といったものを様々なところに伝えるためにも、もっと積極的な姿勢を持つべきだという批判が行われました。今回そうした意味では、高市総理は積極的に海外の首脳らと立ち話をし、次々と話をしていきました。そうした意味では、石破総理の失敗を繰り返さないという意味で少し研究をしたのではないかとも言われています。もしもそうであるとするならば、それは非常に良い研究でしょう。ちなみに ASEAN の会議においては、日本ではあまり評価がされませんが非常に重要なことです。なぜならば、多くの国々と連携を取ることは日本の基本姿勢として非常に重要だからです。例えば高市政権に対して軍国主義だみたいな批判をする人たちは、過去の反省に立たない、だから軍国主義に走るんだみたいな、かなり的外れな批判を行います。第二次世界大戦における大きな反省点というのは、国際的な孤立をしてしまったということにあります。日独伊三独同盟があったではないかという話をする方もおられますが、明らかに日本は組む相手を間違えました。欧米列強という意味においては、まさに米欧の中心であるアメリカとイギリスを敵に回してしまったわけですから、選択を誤ったわけです。そして現在におけるインド太平洋戦略は、そうした過去の反省に立った上でより多くの国々からの友好関係をもとにして日本は外交、経済を回していくことを基本政策としています。ASEAN 地域は決して世界経済の中心ではありませんが、しかし重要な地域であることは間違いありません。ましてや近隣諸国のこれらの国々と仲良くしないという考え方そのものが危険だとすら言えます。そして ASEAN 地域の国々と友好関係を築くことは対中国戦略上においても非常に重要なものです。だからこそ総理大臣が代わって最初に出席した ASEAN 首脳会議においては積極的に自分の顔を売り込んでいって友好関係を確認し合うといったことが大事なわけです。さて、そのようにして ASEAN 首脳会議においては最先端分野での研究開発などを共同で行うような話などもした上で、問題のサイバーセキュリティ問題などについても協力関係を築いていくことなど、いわゆる国際関係を安定化するために必要な話題については一通り行っていることから、ASEAN 首脳会議への出席は成功だと言えるでしょう。ただし、この後に待っているのが日米首脳会談です。トランプ大統領は高市早苗氏に対して安倍晋三氏の考えにも近い、そして自分にとってもそのことは非常に親しみのある人物だというふうに捉えています。そういったこともあって ASEAN 首脳会議に出席した高市氏ですが、移動中のトランプ大統領と電話会談を行うといったことなどもすでに済ませており、この後実際に会うという意味においても非常に日米関係の確認には今のところ支障はなさそうです。しかも今回日米首脳会談が行われるというだけではなく、あちらからやってきてくれるというのもまたプラスポイントです。なぜならば石破総理大臣の時は日米首脳会談いつやるんだろうといったような話で、なかなか日程が決まらないといったこともありました。これは日本の首相がアメリカに行くという場合においては、そもそもトランプ大統領が分刻みのスケジュールの中にいかにして日本の首相との会談時間を作るかといったことにかなり調整に手間取るからです。しかし今回はトランプ大統領自身がやってきてくれるし、さらにプラスアルファとしては国防長官、国務長官、財務長官といった非常に要職にある人々も一緒に日本にやってきます。これは高市政権にとっては非常に出だしとしていきなり大きな仕事ではあるものの、同時に非常にありがたいことだとも言えます。なぜならば日米の経済関係や軍事関係といったものは基本的に日本の基本として非常に重要であり、それぞれ重要分野においてトップの人物が直接会えるような機会が一気にやってくるというのは新政権にとっても重要なことだからです。ちなみに今回トランプ大統領がやってくることによって一つ話題になるかもしれないというのが
防衛関連の話題です。トランプ大統領は友好国同盟国に対してアメリカの軍事力に頼るな、自分の国は自分で守れるようにしろというような話をします。世界各国様々な国がアメリカの経済力や軍事力にただ乗りしている、フリーライドしているといったことを非難し、そのようなことをしている国に対しては今後は守らないし、どうなっても知らないぞといった話をしました。それは決して脅しではなく十分に考えなければならない話題です。これに対しヨーロッパは再軍備計画を発表し、防衛費は GDP の 5% を目指すといったことを目標として掲げています。なお、この 5% といった数字ですが、目標にしているのは2035年、つまり今すぐではありません。しかし、そこに向かってだんだんと伸ばしていくということをすでに目標として持っているわけですから、GDP 比 1%、2% では許されないという圧力がかかっています。なお、この 5% については内訳があります。純粋な軍事費として考えるのが 3.5%、軍事関連のインフラ整備などに対する予算当てなどは 1.5% といった形で足し算して 5% です。一方で日本の場合だと、防衛費は GDP 現在のところ 1.8%、額にして9兆円後半、約10兆円だと見てください。高市政権では、現在のところ 1.8% のこの防衛予算を早期に 2% まで引き上げるといった話をトランプ大統領にするのではないかと見られています。この GDP 比 2% というのは最低でもこのぐらいは達成してきなさいというようなトランプ大統領の発言に基づいた数値です。ただトランプ大統領は他にも要求をいくつかしていて、日本が GDP 比 2% までいったんだったらその後の3%、3.5% まで上げる、そのスケジュールについてもある程度開示するように求めていると言われています。つまり現在の水準でもまだ足りないよという話をしているわけです。これは先ほどの話にもあったように、日本はではなく、ありとあらゆるアメリカの同盟国、友好国は自分の国を自分で守れる体制を作るというようなことを目標として課されているからです。何も日本だけに対して足りないと言っているわけではなく、全ての国に対して足りないぞと言っているわけです。ちなみに GDP 比 2% 程度でも10兆円の額に乗ってくるわけですから、3.5% 程度を目指すということは今よりもさらに上乗せする必要があり、 GDP 比が20兆円といったような時代も目指さなければならないぞとトランプ大統領は言っているわけです。これだけの予算を確保するためには日本国内における行財政改革といったものを欠かせないでしょう。もちろん経済成長によってその全てを賄うというのが理想なわけですが、現実それだけの起爆剤になるような経済力をつけるには、かなりの努力が必要となります。ちなみに経済活動という意味においては、株式市場においては高市政権はかなり支持されている状況です。日経平均は5万円を超えました。これは史上最高値で、終値でも日経平均が5万円を超えた状態というのはまさに未知の状況です。この背景としては日本経済が決して不景気ではないといったこともあります。なお、このことを話をするとちょっと反論をしたい方もおられると思います。それは実体なき株高であり、決して好景気というわけではないという意見です。もちろんその背景としては物価高という問題があります。インフレというものが進行することによって物やサービスの値段が上がります。それに対して給料の上昇が追いつかなければ生活は苦しくなってしまいます。ですから株高になっていたとしても手取りの問題で十分なお金を稼ぐことができない、インフレに負けるということになれば生活はだんだんと苦しくなることもあり、決してこれを喜べないという人たちが非常に多くなります。だからこそ現在国内の政治状況としては物価高対策を一番に行うべきだという意見が非常に多く、これは国民からの声もそうですし、政治からもこの問題に対処しなければならないと双方の声が上がっている状態です。この問題に対してはガソリンの暫定税率の廃止について速やかに法案提出を行うといった話などが出ていますが、これを年内にまとめることはおそらくは可能なはずです。少なくとも現在の与党プラス野党にも賛成する党がありますから、暫定税率の廃止について反対意見が多数派になるといったことは考えられないはずです。ただしその後の基礎控除の水準の再設定やそれ以外の様々な物価高対策が果たしてうまくいくかどうかといったところで評価は分かれてくることでしょう。何にしてもその話題についてはまだまだ次の段階の話ですから、今の滑り出しの状態においては外交日程をこなし、いきなり日米首脳会談がやってきて、もしかしたらアメリカからものすごく強く何か要求されるかもしれないといったことが待ち構えているわけです。
逆に言えばこの問題について一旦でもうまくやり過ごすことができれば、あとは国内の政治問題に集中できるような時期になるわけで、改めてそこで高市政権の政権運営について質が問われることとなります。ちなみに ASEAN 首脳会議において高市総理は翻訳に頼らず英語で自ら発言をしていました。これに対してネイティブの発言とは程遠いものだとして批判する人たちがいます。私はこの件に関しては、たとえ拙いものであろうとも、しっかりとその趣旨について伝えることができるのであれば、その英語力は何の問題もないと思っています。というのも、重要な話し合いを行う時においては、例えば日米首脳会談の場において挨拶をしたり世間話をする程度であれば、ネイティブの発音でなかったとしても会話が成り立てばそれで良いのです。問題なのは重要な政策の中身について話し合う時において通訳を一旦挟んでより正確な、より間違いのないやり取りをするといったことさえきっちりとやっておけば私は全然問題ないと思っています。というのも世界各国の首脳でもそうですが、何もネイティブの英語の発音をしていなければダメだというようなことは全くないからです。世界各国様々な英語の訛りといったものもあります。ましてやアメリカ自身でも地方ごとに英語の雰囲気が違ったり、もしくはそもそも中南米からやってくる人たちはアメリカに住んでいるんだけれども英語については苦手だというような人も別に珍しいわけではありません。むしろはっきりと伝えたい内容について明確に分かりやすく短く伝えるようなことができれば、結局のところ多くの人々に好感を持たれるのではないかとすら思います。また一部の人は高市総理がやたらと笑顔になっていることを批判する人たちがいます。その笑顔になっていることに対して笑顔じゃなければ生き残れないような社会環境などが悪いといったような意見や、もしくは媚びを売っているんだといったような批判をする人たちがいます。私はそういった批判を見ると何としてでも上げ足取りをしたいんだなというふうにしか見えません。おそらくこのような人たちの意見といったものは逆に笑顔がなければあの人は仏頂面で人の心がないといったようなものすごい強烈な人格否定などを行うと思います。どのような行動をとってもとにかく批判したいというような一心に溢れている人たちは、そのようにして誰かや何かを毎日批判し侮辱しなければ気が済まない特性があるのかもしれません。重要なのは実際に何をするのか、その政策について見ていくことです。というわけで今日は高市政権が順調な滑り出しをしているというような話をしました。ただしこれは当然のように今後もそれが続くかどうかというのは継続的に見ていかなければなりません。重要なのは是々非々の精神。良いことは良いし悪いことは悪い。とにかく高市政権を批判しまくりたいという人にとって私の意見というのは非常に不愉快なものでしょう。逆に全てを肯定したいという人にとっても同様のはずです。ただしそのような考え方に組みしないという姿勢を持つことが私は今後の政治と関わる上では重要だと思っています。あなたがどう考えるかは自由です。ただ私の考え方はそういったわけです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録していってください。そして情報の更新や整理に私の意見を役立ててくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。